韓国ソウル地下鉄キョンボックン駅。着いた着いた。青空が眩しい。さて今日行くところはこっちかな。おお、めちゃめちゃ綺麗に色づいとる。秋や。イエローカーペットの上を歩き秋に吸い込まれてしまうで。イチョウ吹雪や。銀杏一つもついてないってことは全部お杉。お、とこにベンチがある。やん。ちょっと座って下から覗いたろ。青い空に黄色が美しい。芸術の秋とか言うたりするからな。勘違いしてとか書き出したらもう終わりやで。俺はめっちゃ下手やから。お、何やあれ。秋の街にようマッチングしとるな。公衆電話なんかえらいニューレトロか。これ最近使ってる人おんのかな。もしもし、私だ。その犯人を逃がすな。あ、目の前警察庁や。こんなことしてる場合ちゃうねんで。芸術の秋やと。アホか。食欲の秋や。とりあえずまっすぐ行かなあかんねんけど。ああ、ここか。セジョンマール飲食文化通り。この中にはたくさんの飲食店が立ち並んでる。その中でもこのアンジュマウルという店、白有名なお店やねんけど、いっつもすごい人。ウェイティングの機械には17チーム。あれ、今日少ないやん。俺これ3桁まで見たことあるからな。ほんまに行くんかって話やけど。でも今日はここではない。誘惑に押しつぶされる前にこの通りをさっさと出よ。出てすぐ、山がそびえ立つ。もうちょっとしたらあの緑色も赤や黄色になったりすんやろな。スポーツの秋や。登山や。絶対気持ちいいで。違う、俺は食欲の秋や。急いで今日の目的地。あら、ここも昔はよう来たで。トソクチョンサムゲタン屋さんや。もう観光バスが入れ替わり立ち替わり、外国人ばっかりや。いや俺も外国人やけど。白うまそうやわ。もう俺の羽が動いてまうで。バタ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 。いやここちゃうねんで。食欲の秋は危険や。ここまっすぐじゃなくてこっちか。よし、近づいてきてるで。行こう。なんやこれは。ジュジス、ブラジリアン柔術のことやんな。へえ、こんなとこでやってたりすんの。俺全く分かれへん。絵描いてあるわ。どれどれ。絵の通りにやってみると、右手はこう掴んで左手はこれ何やってんのこれ。もう全く分からへんねんけど、これマスクもする競技なん。もうスポーツの秋やから思ってちょっと興味持って見てみたけど全然分からへん。ご飯だから言うてるやん。芸術もスポーツもあかん。食欲やで。着いた。早くもっこし。入り口の横にはホワイトボード、ぎっしりの文字。授業やったら頭入ってけえへんで。釜の蓋サムギョプサル、生肉専門。専門という言葉に弱い俺、そんな専門を味わいに来ました。入店です。外にあったホワイトボードの次は店内の中には大量のポスターが貼られてる。雰囲気あるやん。そしてまた文字の数々。ネギは上に置かないでください。1回の裏返し、1分の遅れ。少しの間トングを下ろしてください。家訓ならぬ食堂訓。1つ、火は中間に。2つ、ネギは鉄板の上にはノー。3つ、気持ちは焦らない。結構いろいろ重要なことが壁に隠されてる。たくさんの文字が書かれてあるのにメニューはこれだけ。サムギョプサル 600g、 これだけ。シンプル。あとは飲み物、白ご飯があったりするのみ。壁の賑やかさとのツンデレがすごすぎる。 저기 주문은 어떻게 해야 돼요? 메뉴가 이거 하나밖에 없어요. 네네네. 600g이 나올 겁니다. 아, 네. 이게 나온 거고요. 예. 더 필요한 거 있으면 밑에 거 주문하시면 그럼 돼요. 소주 한 병 주세요. 진로 주세요. 점수는요? 처음 차는 새로 있어요. 아, 새로 주세요. 人路なかったから今日はセロ。いやそれよりこの社長との会話で俺聞き逃しててんけど。 감사합니다. これなんで出てきてんの。もうこれいつ持ってきたんですか。韓国あるある。メニューが一つしかないときは何も言わずに出てくる。韓国語わからなくても注文できる。いや注文してへんねんけど。っていうことで仕切り直し。
まずは鉄板を温めておく。そしてこれ、瓶に書かれたキュービのキツネ、久しぶりなんて思いながらぐる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 。今日はお前に俺の肝臓を食べられてまうでローリング。キツネの妖怪が俺を襲いに来るやろ。カモン。久々のセルやしな、ちょっとペロリ。おお、もう肝臓食べられた。もうくだらんことはええからいっぱい。銀杏の匂いも嗅かずにこうと出す。ありがとうございます。気合を入れた時に準備していただいた基本のおかずは3分、ネギの和え物、新キムチ、ニンニク、青唐辛子にサムジャン、そしてサンチュ。完璧やがな。俺の準備も完璧。肉を掴んで持ち上げる。おお、この分厚さよ。そっと釜の蓋の鉄板に置いてあげる。そしてもう一枚。まだまだ。ほぼお肉に埋もれてもうて座る場所ないから、とりあえずここにおって。あとこれだけやから置いてしまおう。こっちにおいで、小豚ちゃん。はい、ちょっとだけ席替えします。譲ってあげてね。さっきの壁の文字が脳裏に焼き付いてる。裏返しは1回だからあんま触らんとこ。このお店の壁に至る所に貼られてるこれ、サムギョプサルの焼き方。社長のサムギョプサルに対するプライドが見え隠れする。素晴らしい。今日はこれ通りにやっていこう。一つ頭に入ると一つ忘れる。トングを少し下ろしてください。俺みたいなやつがいっぱいおんねんな。トングは下ろして近くで見る。ああ、めちゃめちゃええ匂いや。時は来た。いざ。ほら、めっちゃええ色。焦らない。それが近道。こっちも行こうか。ひっくり返してドーン。色だけでご飯いけるで俺。笑みもこぼれ、舌も出る。俺の標準姿勢で、次はニンニクは真ん中に置いて、キムチは豚の油が流れるように外側に置いていくと。じゃあ真ん中の席をニンニクちゃんに譲ってあげなあかん。さあ、それぞれ飛び込め。あ、1個落ちてもうた。すぐに乗っけたから大丈夫。新キムチ、これ運ばれてきた時にもう俺は分かってる。絶対うまい。着弾座標を確認後、ゆっくりと乗せてあげる。壁の絵の通りに外側に、全ての空間を埋めるようにキムチを乗せてあげる。芸術の秋をここで体験。我慢できん。わあ、この匂い、もう絶対うまいやん。食べんとこかな。嘘、おかわりしてでも食べたい。さあ、これで少し待つ。で、次は反対側がよく焼けてきたら食べやすい大きさにハサミで切っていく。その後火の調節もする。サンキューボス。ジョニー・デップばりにハサミは持った。さあ、この分厚い壁を突き抜ける。直近。そしてこっちもチョキチョキ直近。ただいつもサムギョプサル切るときに思う。座りながらうまいこと切られへん。なのでちょっと中腰に。これやと切りやすい。スムーズに切っていける。筋力も鍛えられる。スポーツの秋や。そんなこと言ってるから事件が起こる。あら、やってもだ。でも大丈夫。キムチの入ってたお皿にホールインワン。今この瞬間、新キムチを望んでんのは世界中で俺とお前だけや。骨の部分もしっかりと綺麗に切ってあげる。とりあえずはこんな感じかな。釜豚鉄板、全く見えません。俺も下から蒸気浴びて全く見えません。俺高校の時に初めてアルバイトやったん焼肉屋やってんけど。そしてキムチの方も食べやすい大きさに切っていく。最後に火の調節。アルバイト完了。熱い。仕事の後の一杯。ほんのり苦さが染み渡る。蒸気で得られた目にも染みる。と思ってたら、もうええんちゃうの。来た。これやった。お塩。もう焦りすぎてお箸先持ってもうた。とりあえずお塩をお皿の上に。あれ、全然出えへんねんけど。おいおい、早く肉食べたいから、とりあえずこれだけにしとく。今は後で入れよう。行こう。サムギョプサルを一切れつかみ、お塩にまんべんなくつける。そしてそのまま夫婦。慌てない慌てない。そして一口。目の前に置かれた釜の蓋にはロマンを感じずにはいられない。俺がいた。お肉はもちろん柔らかい。ただそれだけやない。この焼き方のせいなの。いや、明らかにわかること。質のいい豚肉を使ってるということ。豚肉のいい甘みが口の中に広がる。
そしてこいつ最初にして最終兵器、豚肉の残る口の中に投入。出た。豚肉の甘みにこの酸っぱさがええ感じに絡まるゴールデンブリッジが完成。やっぱり食欲の秋。あ、そうや、ちょっとタンマ、よう見たら大きい方の口あるやん。なんで俺これさっき見逃した。それほど舞い上がっていた。めっちゃ出るやん。俺は人として何年生きてきてんねや。気を取り直してつかむ。ごま油とかも言ったらもらえるんやろうけど、ここのお肉は塩だけで十分な気がする。また一口。脂身の部分から油もジュワッと出てくる。それもなんだか甘い。肉にこだわる店はキムチにもこだわる。それを今俺は体全体で体験してる。ここのお肉が 600g で4万ウォン。コスパもめちゃめちゃええがな。狭いお店やけどオープンと同時に満席。これは納得してたら、ああこれも書いてある。作り方とりあえずは全部入れろということやねんけど、気になったのはその下。アルコールと一緒に食べたら2倍気分が良くなる。ああ、それはもう実践済みです。それと相手と喋りながら食べたら気分が3倍良くなる。2倍止まりやな俺は。サンチュを1枚、お肉を1切れ、では大きな皮に飛び込む。その上によく焼けたキムチ、そしてニンニクを1かけら。迷いもなくサムジャンに飛び込む。無事着陸。そして次はとりあえず全部やからこいつや。ネギの和え物、こいつも大きな皮に身を任せる。サンムもこっちにおいで。俺はもうこの辺で気づいてもうてるけど諦めへん。最後にこの子、大きな皮に旗を立てる。まあ途中からも俺は気づいててんけど、サンチュの大きさをもうちょっと見ようか。もう巻くという概念がない。その大きな皮に真っ裸で飛び込んでいく。大きな一口。やっぱりサンチュで巻いたものは一口でいくべきと改めて思わされる。これは全部入り大正解。肉だけでも美味しかったけど、これはまた別格のうまさ。この紙はほんまにありがたい。全部入りを一口でいくことで、肉から出る脂、野菜から出る甘み、キムチから出る酸っぱさ、唐辛子の辛さをサムジャンがしっかりと締め、複雑な中最後に残る感情はうまいということだけ。釜豚鉄板の上も少し寂しくなってきた。そろそろこのお時間かな。거기가 하나만 주세요. 待ってる間お肉行こうかな思ったけど、ここは我慢。手持ち無沙汰やから酒でも入れて気分高めとこと思ったらすぐ来た。からのカムザハミだ。熱っ。短い時間でいろんなことが起きすぎてる。落ち着いてオープン。このお店唯一のサイドメニューだからサイドにくっつく。まずはフライングしたろ。じゃあ本格的にいこうかな。骨の部分も塩につけて慣れた手つきで一口。結構俺はこの骨の部分好きやったりする。コリコリとした食感。ノンストップで白ご飯。取りすぎてはいるけど、もうそんなん関係あるか。でも落としたご飯は関係ある。やっぱりこのコンビや。いやトリオにしたろ。骨を噛み砕き、肉やご飯が残る口に放り込む。そしてまたご飯。1対1対2の割合で本当の食事が進んでいく。骨を噛み切った顎の痛みは生きてる証拠。サービスで出してくれた天ジャンチゲ。ご飯物には言わずもがな。豆腐とお汁を持ち上げる。見ただけでも熱々なんがわかる。時計の針に見習って両親チゲ夫婦お時間です。ちょっと暑かったけど、このタイミングでの天ジャンチゲはほんまに落ち着く。次はお汁だけ慎重に持ち上げて飲んでいく。ここに来て魂が抜かれた。すごい素朴な天ジャンチゲ。いやもうこれ売ったらよろしいのに。優しいお店だんだんとなくなってきた。悲しいわ。ご飯も口に入れて、そうや最後の仕上げ。天ジャンチゲを具とともにご飯の器に入れていく。最後の一粒まで食べ尽くす。釜豚鉄板には肉とキムチ一つずつ残った。最後はやっぱり俺も合わせて3つで1つや。正直まだ食べれるかも。けどそろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきたな。久々のセロ、最後の一滴まで。最後の一
お口直しに天ジャンチゲ、一口入れると体が宙に浮くぐらい落ち着く。いや社長、このサービスはほんまにありがたい。そんな気持ちを釜豚鉄板で表してみました。キョンボックン駅にあるサムギョプサルだけのお店。ウェイティングも必須で、その理由が一口食べたらすぐわかる。うまかった。で、俺の両手には何持ってるかというと、さっき社長にいただいたポン菓子。俺こういう昔ながらのお菓子好きやから、両手に持ってパクパクしながら今日の肉の味を思い出す。大満足や。お、漢服がある。レンタルショップか。この辺多いよな。キョンボックンあるし、あっちにも。お、男もんもあるやん。これ赤いの王様やろ。これはちょっと来づらいな。でも俺王様ちゃうけど一回来たことあるから。これで歩いてると結構恥ずかしいけど、なんだかんだで嫌いやないねんな。まだお店やってるかな。チャイモゴスミニだ。